助手をやれって？無理。文字もろくに読めない私が手伝っても、君の時間を無駄にするだけでしょ？まあ、でも、何かの修理なら、任せてくれてもいいよ。節約しすぎ？好きなようにやってるだけだし、別に。工業製品もいいんだけど、私は複雑な機能なんて求めてないし、服だって自分の作ったものが一番しっくりくる。つまり、必要なものが少ないから、使うお金も少ないってわけ。お父さんが殺されて、サルカズなんてみんな悪い奴だって決めつけてたけど、今にして思えば、私が子供だっただけだね。種族や見た目で人の良し悪しなんてわかるわけないでしょ？どんな種族同士でも、お互いに思いやりの心があれば、みんな家族だから。この服？私の手作りだけど。ボイラー室ってすごい暑いから、なるべく涼しいデザインにしたんだ。作業員っぽくない？ぽくないってどういうこと？いろんな性格の作業員がいるし、それぞれ違ったニーズがあるのは普通でしょ？持ちつ持たれつのご近所さん。シンプルだけど使い心地のいい家具。どんどん溜まっていく廃棄パーツ。雷みたいな機械音。私は、そんな生活に満足してた。お父さんも工場と一緒に年を取って、私も次の代の工場と一緒に年を取るんだと思ってたんだ。でも、人の手で作られたなら、どんなものにだって家みたいな暖かさが宿る。ロンディニウムだってそう。ロンディニウム人が一つずつレンガを積み上げて作った都市だから、みんなこの都市の考えもわかってる。だからこそ、絶対にこの手で取り返したいんだ。うちの指揮官さんってたまにすっごく深い本を読むんだけど、そこに出てきた人類は都市を創造したが、都市に適応することを永遠に拒んだって言葉が今でも頭に残ってる。私に言わせれば、正しいけど正しくないって感じ。だって、自分が望む生活がそこにあれば、都市も荒野も変わらないからね。お父さんや昔の友達から、お前はとっつきにくくて意地っ張りだし、石みたいに頑固だってよく言われてたんだ。だけど、頑固で悪いことなんてないし、逆に頑固すぎるくらいじゃないと、誰も守れないでしょ。でも、私は結局守れなかった。みんな、今どこで何をしてるのかな。ドクター、はいこれ。なんでお金をって？私じゃ使い切れないし、取っておいても意味ないって思ったところにちょうど通りかかったから。昔からよく友達とかにあげてるし、みんな慣れてるよ。え？いらないの？困ったな。そしたら誰にあげよう。ドクター、ドクター。はーい。寝ちゃったの？毛布っと。毛布を作ってあげたら、もらってくれるかな？ロンディニウム市民持久軍の術師、ロック。ここに着任を報告します。ドクター、前は君たちのこと誤解してたけど、もう偏見なんかにとらわれないよ。改めて、仲良くやっていきましょうね。すごいなぁ。もう一度聞くけど、君たちって本当に製薬会社？みんなと一緒にいられるなら、役職は気にしないよ。もう次の戦いに出る準備だってできてるから。戦うのは故郷を取り戻すため。そして、争いを終わらせるため。いつか武器を工具に持ち替えて、自分たちのロンディニウムを再建するんだ。そう。昔みたいにね。家族を守るためなら、やらないわけにはいかないでしょ。身の安全には気をつけて。勝つよりもずっと大事なことだから。ドローンスタンバイ。ドクター、私が偵察に出ようか？
敵を捕捉。もう、逃げられないよ。こちらロック。敵の行動ルートは把握できてる。いつでも行けるよ、ドクター。そろそろ私の出番？配置完了。ロック18号、アタックシーケンス起動。ロック18号、敵を追跡して。私たちの故郷は、私たちで守る。もう目の前で仲間は死なせない。ロック18号、最大出力。私のドローンだし、性能なんて自分でよくわかってる。本当はこんなにやれるはずないんだ。それがここまで活躍できたのは、君の指揮あってのものだね、ドクター。死傷者ゼロの大勝利だね。ドクター、もしあの時も君がいたら、結果は変わってたかな。逃げた敵がいる。早く追わないと。やめよう。待ち伏せされてるかもしれないし、まずはみんなの安全を確保しよう。私がここで食い止めるから、ドクターは早く逃げて。私なら大丈夫。どうなろうとも。持久軍に入るときに、覚悟は決めてるから。ここ、私の家とは似ても似つかないけど、家みたいに落ち着くから気に入ってるんだ。何？おう、この換気扇を見てたんだ。クロージャさんは5年前のモデルだって言ってたけど、私初めて見るからさ。すっごく凝った作りだね。ドクター、どうしたの？これ、君にあげる木彫りを作ってたんだ。私の DIY はいつも自分にしか使えないようなものだけど、ただの装飾品なら人にあげても大丈夫だよね。アークナイツ。おはよう、ドクター。今日も一日お仕事に励もう。